飲みの弱点と食性から学ぶ最適な駆除法。イントロダクション。飲みは私たちの生活環境でたびたび問題となる厄介な害虫です。特にペットを飼っている家庭では、その対策が重要となってきます。今回は、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、飲みの生態、弱点、そして効果的な駆除方法について、詳しく解説していきます。飲みの基本的な特徴。飲みってどんな虫なのだ？見たことはあるけど、よくわからないのだ。飲みは体長に 3mm の小さな昆虫よ。特徴的なのは後ろ足が発達していて、体長の約200倍もの距離を飛ぶことができることで、また体は側平た、左右に平たいしていて、硬い外骨格を持っているの。これが物理的な圧力から身を守る防御機能となっているわ。すごい跳躍力なのだ。でも、なんでそんなに飛べるのだ？それはね、宿主、主に動物から逃げたり、新しい宿主に移動したりするために進化した能力なの。特に面白いのは、後足にレジリンという弾性タンパク質があって、これがバネのような働きをして、驚異的な跳躍を可能にしているのよ。まさに生存戦略の結晶ね。飲みの食性について。飲みは何を食べて生きているのだ？それに、どうやって血を吸うのだ？飲みは血液を主食とする外部寄生虫よ。主に哺乳類や鳥類の血を吸って生活しているの。特殊な好機を持っていて、それを使って宿主の皮膚を突き刺して血を吸うわ。実は吸血時に唾液も注入していて、これがかゆみの原因になるのよ。それって怖いのだ。人間の血も吸うのだ。そうよ。ペットについた飲みが人間を刺すこともあるわ。ただし人間は好まれる宿主ではないから、犬や猫の方を優先的に襲うわね。興味深いことに、飲みの種類によって好む宿主が異なるの。例えば犬飲みは犬を、猫飲みは猫を主な宿主とするわ。飲みの弱点。飲みを退治するために弱点を知りたいのだ。飲みの主な弱点は乾燥に弱いことね。特に卵や幼虫は湿度が 60% 以下になると生存が難しくなるの。また直射日光にも弱く、紫外線に長時間さらされると死んでしまうわ。他にも弱点はあるのだ。高温にも弱いわ。45度以上の温度では生存できないの。また定期的な清掃や掃除機がけは卵や幼虫の除去に効果的よ。特に興味深いのは、飲みの生活感の約 90% は宿主の体外で過ごすということ。この特徴を理解して対策を立てることが重要ね。効果的な駆除方法。じゃあ、どうやって退治すればいいのだ？まずペットには獣医師推奨の飲み駆除薬を使用することね。最近は経口薬や首輪体育、スポット剤など様々な種類があるわ。それと同時に家環境の対策も重要よ。家の中でできる対策を教えてほしいのだ。定期的な掃除機がけは必須ね。特にカーペットや家具の隙間、ペットの寝床周辺は念入りに。掃除機をかけた後はゴミパックを密閉して捨てることが大切よ。またペットの寝床は60度以上のお湯で定期的に洗濯すること。室内の湿度管理も重要で、除湿機の使用が効果的ね。必要に応じて専用の殺虫剤も使用するけど、使用前に必ず説明書をよく読んで安全に配慮することが大切よ。まとめ。飲みは、優れた跳躍能力と血液を餌とする生態を持つ厄介な害虫ですが、その弱点を理解し、適切な対策を講じることで効果的に駆除することができます。特に、定期的な清掃と適切な薬剤の使用、そして環境管理が重要です。ペットを飼っている場合は、予防的な対策を継続的に行うことで、快適な生活環境を維持することができます。また、一度発生してしまった場合でも、諦めずに継続的な対策を行うことで、必ず改善が見られるはずです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。